皆さんにとってコーヒーとは？私にとっては日々の凡庸な生活を豊かにしてくれる存在でしょうか。エルサルバドルとエチオピアにコスタリカ、華やかな香りを閉じ込めた朝入りの文庫ブレンド、期間限定発売中。さて皆さんこんばんは。今夜もまた文庫食堂の時間がやってまいりました。まず一つお詫びさせてください。前回の放送、クソガキランチにて大変不適切な発言があったとされ、クソガキ、いえお子様及びそのモンスターペアレント、いえ過保護な親御様からクレームをいただく形となりました。私の不徳の致すところでございます。心よりお詫び申し上げます。かつてはゴールデン枠であったこちらの放送も今となっては遠い昔、ついには午前2時の放送枠となってしまいました。しかしお子様は今頃せんべい布団でぐっすりおねんねしている頃でしょうから、私としては本望なような気もしますね。おっと失礼。さて本題とはなりますが、今回作っていくのは明治時代のごちそう、牛鍋でございます。江戸時代以前の日本では牛肉は汚れとみなされ食用にはなりませんでしたが、西洋文化とともに牛肉料理が流入し、それらを和風の味付けにしたことが発祥とされております。いわば文明開化の味というわけでございますね。なんとも耳心地がいい。そして勘のいい皆様でしたらお分かりの通り、こちらは現代の関東風すき焼きの起源とも言われるお鍋でございまして、牛肉を薄切りではなくブロックで加えるというえらく豪奢な一品でございます。かの時代には特権階級のみが食べられたと言っても過言ではないお肉が、こうして私のような庶民でも頬張れる時代になったことは誠に嬉しいものです。さてそれでは具材の下処理をちゃっちゃとやっちゃいましょう。まずはお米、こちらを土鍋で炊いていきます。ナショナルや東芝、日立にバーミキュラ、そういった炊飯器も素晴らしい質のお米を炊き上げることは可能ではございますが、やはり心と時間に余裕のある際は土鍋で炊いてもらいたいものです。いつも通り米は2合、浸水は30分でございます。はじめは強火で熱し、沸騰したら弱火で15分、さらに火を止め余熱で10分の蒸らしと大した作業はございません。お次に味噌だれを仕込みます。やはり明治の牛鍋といえば味噌、特に赤だし、八丁味噌なんかの濃厚で熟成された味噌が好ましいとされております。こちらにお酒とおみりん、おだしパウダーにお砂糖を加えればあっという間にタレの完成でございます。人の話では甘酒なんかを入れても美味しくなるそうですよ。お次におネギ。やはり和食において牛肉と一番合う食材といえばこのネギではないでしょうか。今回は贅沢にも2本使用していきます。そして椎茸、こちらも飾り包丁を施しておきましょう。切り取った部分もちゃんといただきますと言いつつ、テーブルの隅で食べられることなくしなびていくのは世の常かもしれません。お豆腐は焼き豆腐を使用します。お肉だけではなく、こういったつなぎの食材たちも楽しめるようになれば一人前の大人ってもんじゃありませんかね。それから春菊。やはり牛鍋には春菊でございます。私一点気になるのですが、タイやインドの方って春菊食べたらうえってなるんでしょうかね。そして白滝。以前は白滝のカルシウム成分が肉を硬くするなんてデマが流れておりましたが、皆さんそんなことはございませんのでご安心を。こちらも口に含みやすい長さに切り分けておきます。さて、どうやらお米も炊き上がったようで、見てください。もう皆さんのところにも香りが届いているんじゃありませんかね。炊きたての米の甘い香り、そして軽くついたおこげの香り、日本人としての DNA が喜びの舞を踊っております。そしたらいよいよ本番、碗に卵を一つ割り入れ、軽く混ぜておきます。私は結構白身が残っている感じが好みでございますので、これぐらいで。そしたらお肉、今回は見事なサシの入った堂々の松阪牛でございます。いやー腹減った。それではカセットコンロに火をつけ、鉄の鍋に牛脂をイン。温度が上がったらお肉を加えます。それから中心に味噌だれおよびネギをぶっ刺したら少々お待ちます。
はい、それでは薄切り肉が良い具合に焼けましたのでいただいていきましょう。卵にインしてと、この絵面凄まじすぎませんか。いやー、もう本当にね、このお肉と土鍋のご飯の相性が良すぎてね、思い出してもやばい以外の言葉が見つかりませんよ、私は。さてさて、焼肉用のお肉もそろそろ頃合いといったところでしょうか。こちらも言葉にならないうまさ、恐ろしい料理ですよ、本当に。そうしましたらお豆腐や白滝を追加し、味噌が焦げないようお湯を加えましょう。それでは影の主役おネギさんが煮えてきたようで、やはりこの味はもう神の領域。そして春菊、黄身です。私は黄身を待っていたのです。白滝はどうか。味が濃いようです。中和するために豆腐を挟みましょう。しかしまあうますぎる。3人前のはずなのにあっという間に腹へ吸い込まれていきます。まあ正直また味噌味で食べたいかと言われると頭の中に醤油だれがよぎって黙ってしまいますけれども、経験として食べるには十二分に価値のある料理だと感じました。しかしこういった牛鍋やとんかつ、フグなどを好きな時に食べられるようになった私はつくづく大人になってよかったなと感じております。皆さんもたまにはちょっとした贅沢いかがでしょうか。それではごきげんよこの番組は九州は福岡のこだわり醸造マルゴシスと愛媛といったらこのお餅アワビ屋落ち店の提供でお送りしました。時は江戸時代の宝暦、創業してから早269年、毎日つきたてのお餅をご提供しております。愛媛は今治、お餅といったらアワビ屋餅店、私源も大好物でございます。